こんにちは、すみれです。今日はリクエストをいただいたので、博報堂のブラシについてご紹介したいと思います。まず最初、アイシャドウブラシからいきたいと思います。一番私がおすすめできるブラシ、このブレンディングブラシになります。こちらは J142 番です。ヤギの結晶でできていて、アイシャドウの際をごく自然にぼかしたりとか、発色の強いアイシャドウをふんわりのせることができたり、耐久性が高く発色性にも優れています。この2本がね、結構前に買ったもので、最近追加で同じものを買いましたが、丈が長いものにしました。長いものといっても全然短い方で、よくあるね普通のブラシだとこのぐらいのサイズ感なんですね。なので長いって聞いて私はこのぐらいをイメージしたんですが、届いた時にこのぐらいだったんで、これだったら全部ロングでもいいなと思ったぐらいでした。こっちが全長13センチ、こっちが全長15センチになってます。でブラシの部分も先っぽの方みんな同じなんですけども、最近買った方が心持ちとんがってる気がして、前回買った方がなだらかなんですよね。だからこれは結構使っていて先がなだらかになったのか、ただ正直買った時と印象は同じなので、こういった形で最近の方がもう少し、またはロングの方がもう少し先がちょっととんがってるのかなといった印象がちょっとあったりしますが、これはすごく使いやすいですね。私はこれ使うと毎日のように洗います。本当は洗うことはやっぱりこれは動物の毛を使っているのでおすすめはされていないんですね。できればこのティッシュとかで拭き取ることで毛が長持ちしてくれるって言われてるんですが、気持ちの問題で私としてはなるべく綺麗なブラシで使いたいっていうのがあるので、値段も手が届きやすいことから、ダメになったらまた購入すればいいやという形でもうバンバン洗ってましたが、3年ぐらい経っても全然元気です。当たりもいいし、すごくねやりやすいなと思います。個人的には長い方のブラシをおすすめします。短いものになってしまうと、あんまりメイクを慣れないと近くを持ってしまうこともあると思うんですね。そうすると結構力が入ってしまって、ブレンディングっていうのはなるべく上の方を持って軽くするのが理想なので、一番上の方を持つまでもいかないとしても、長い方だったら2センチしか変わらないんですけど、もうちょっと、ね、上の方を持ちやすいので、その方が軽い力でコントロールが効くので、そういったのがとってもおすすめですね。で私もこのブラシ本当に好きでよく使ってるので、追加でまた3本ぐらい買いたいなと思ってるんですが、こっちの長い方を注文すると思います。でこのタイプのブラシ G5522 のヤギだけではなくてハイリスが混ざった毛質になっています。こちらの方が先ほどのものよりも肌当たりがずっと良いんですが、コシもそれなりにあるので、ほんのりと綺麗にブレンドすることができます。そして毛先の長さもねちょっとこっちの方が大きいんですけれども、これは大きいかなと思ったんだけども、先がいい感じでとんがっててくれてるんですね。とんがりすぎてはいないんですけど、このいい感じで上がこうなってるので、最初の色ののりっていうのがこっちの方がもっと柔らかくね自然にいってくれるっていうのと、また色の取れ具合っていうのも少しずつ取れてくれるので、使ってみると案外これ良くて、すごくもうとにかく肌触りもいいし、ブレンディングも綺麗な感じで柔らかくふんわりしてくれるので、これもう2本ぐらい欲しいなと思ったりもしました。なので最近のお気に入りとしてはこのブラシもあったりします。もうちょっと細めのブレンディングブラシです。 J146 ヤギの結成できた細めのブレンディングブラシになります。一番最初にお伝えした J142 と同じようなものなんですが、この幅の細さが変わってきます。こういった細いブレンディングブラシはすごく使いやすいと思います。ちょっとしたところに色を足したりとか、細かい範囲をブレンディングしたい時っていうのはこういうのはすごく使いやすいので、さっきご紹介したものと比べるとこのぐらいのサイズ感の違いがあります。で私はどんな風に使うかっていうと、例えば今してるルックにちょっとこの風味を足したいなとか、ちょっとここのところだけ足したいなとか、そういった時にこういった細いものでほんの少しこう入れてあげるのもすごくやりやすいです。あとは濃いめのマットとかで結構発色良くてつくようなものとかも、こういったものを取ってあげて、薄くここからこうさっさっと払ってあげたりしても綺麗な感じでね、このブレンディングもしてくれるので、これはね1本あってもいいかなとは思います。下まぶたのブレンディングについてはちょっとこれだと大きすぎてしまうので、個人的にはあくまでこれは上まぶたのところに使っているような感じになります。さらにもうちょっと細いもの G5534、こちらは肌当たりがとても良い柔らかいケースのハイリスでできていて、上品でふんわりとした発色が得られる細めのブレンディングブラシになっています。さっきのと比べるとこのぐらいのサイズ感の違いがあります。毛質もすごく柔らかくて当たりがいいです。こういった細いのだと境目のところをちょっとラインを引きつつぼかしてあげるとか、そういったこともできるし、このタイプは下まぶたにこうやって使ってぼかしてあげることもできるし、その時にチクチクしなくてすごく当たりがいいので、これもとても使いやすいブラシだと思います。あとおまけで G5539、ヤギの結成できている少し大きめのアイシャドウブラシになっています。適度なコシがあって発色性に優れるヤギを使っていますが、カラーとカラーの間を多くさしてブレンドするようにぼかすことも可能。発色の強いアイシャドウもナチュラルにのせることができるとあったので購入したんですが、
が気になってアイメイクでどんな感じで使えるかも試したかったんですが、一番最初におすすめしたブレンディングブラシと次に私が最近気に入っているのとサイズ感こんなに違うんです。このぐらいのサイズになるとハイライトに使ったりとか、こういったところに使ったりとか、ちょっとね横のハイライトに使ったり、細かいところの、ね、パウダーとかで押さえてあげるのもこういったものでやってあげてもいいかもしれないです。ただあんまりこれ使ってないので、これはね特に紹介しなくてもいいかなと思ったんですが、一応持ってるんでご紹介しました。そしてペンシルブラシ B5520 番です。こちらは肌当たりがいいハイリスと適度なコシのある馬抜けで作られています。目の際に比較的太めのラインを入れたい時や、軽いタッチで少しずつ滑らせるようにしてあげると、ぼかし込んだような自然なラインを引いてあげることができます。でこのペンシルブラシはハイリスなんですけども、ハイリスの方が肌当たりがいいんですね。こう撫でたりしてる時に、特にこの目の下のところってやっぱり肌が痛いっていうのは一番良くないので、これはとても滑らかです。まだお店で実際に買ったんですけども、その際にこのハイリスよりももうちょっと安めで毛質が違ったものもあったんですが、こっちの方が肌当たりが良くて絶対におすすめですということで、私はこっちを買ったんですが、本当に良かったなと思ってます。そして私がよく使う平ブラシ J004、ヤギの毛質でできた平ブラシになっています。このタイプっていうのはマットだったりシマーだったりメタリックだったりラメ感が入ってるもの、みんな綺麗に拾ってくれるので、とても使いやすいブラシです。このブラシはブラシの先のサイズ感っていうのもすごく気に入っていて、ある程度ボリュームもあるし、長さもちょうどいい感じで使えるので、私はとてもこれは好きです。そしてこれよりも幅がもうちょっと細いタイプで、厚みもほんのり細めのタイプのもの J242、こちらはヤギと合成繊維が入って作られています。合成繊維が入っていることもあるので、クリーム系のシャドウを使うこともできますし、とても良い肌当たりなので、適度なコシもありつつ発色性にも優れるような筆です。このぐらいのものの方がこの際の方にね入れてあげたりとかもすごくしやすいので、これもねとても使いやすいかなと思います。そして今紹介したそれぞれのものよりも一番大きいものがこちらになるんですけど、 B127GS、こちらはヤギと合成繊維が入っているんですが、毛先がちょっと長めの 1.5 センチになっています。ただこの毛先に行くにつれて厚みが薄くなっているので、発色は薄付きで重ねていくことが簡単にできます。またマットからラメの質感、様々な質感まで使用することができます。これは正直ねちょっと大きかったかなって印象があります。なので使うとしたらトッパーみたいなものを全体にこうつけてあげるっていうこともできると思います。ちょっとこちらの毛質違いでカナダリスを使った B127 というものが以前はあったんですが、現在博報堂さんのホームページを見るところこちらは拝見できず問い合わせをしたんですが、こちらのカナダリスの毛質はいつまた入荷ができるかわからないということで、この B127GS を代わりにお勧めいただきました。ですので今後もしまたカナダリスが入荷した時のためにこの B127 もご紹介したいと思います。私が好きなのがこのねカットの仕方ですね。先がすごく綺麗な感じで山になってくれてるんですね。ですごくねコシがありつつも肌触りがとってもいいので、ここは何に使うかというとハイライトを使って、それをこういった下の眉毛の下のところとかに入れてあげます。こう動かした時のブラシの動き方っていうのが、この先っぽの部分っていうのがちゃんとねこの弧を描いてくれるんですね。なのでこういったものでハイライトをこういったところにしてあげる時っていうのはすごく綺麗な感じで沿ってくれるので、これはすごく使いやすいなと思ってます。眉下のハイライトとして私はこれを使っています。そして私が好きな毛質がつるっとしてるもの B242HS、 こちらは馬と合成繊維の毛質でできています。すごく滑らかな質感なのでクリーム系のシャドウをすることもできますし、耐久性もとても高いブラシです。これはね毛先がつるっとしてるんですね。でさっきの J0046 に比べるとこっちの方がシャドウとかをいっぱい取ってくれます。色の付きが良いです。逆にこの方がそこまで色を取らないので、発色がすごくいい濃いめのマットとか、例えばパッドマッククラスに入ってるような結構濃いマットの色、そういったものをこっちの方で取ってしまうと、際につけようとした時に結構色がねついちゃうんですね。なのでこのくらいで取ってあげて、それで淡い感じで少しずつつけてあげるっていうのがとても綺麗に仕上がるので、これは1個持っててもいいかなって思います。そしてそれの毛の長さがもうちょっと短い方がこちらになりますね。このぐらい毛先が短くなると思うんですけども、 J138H、 先ほどは馬と合成繊維だったんですが、こちらのブラシは馬のみでできています。ただこっちの方がこのねこうやった時のこのしっかりとトントンっていってくれるので、この方がまだ短い分硬めなんですよね。なのでこっちの方が正直おすすめではあるんですが、細かい部分の作業とかだったらこういったものでねこう入れてあげてもいいかなと思います。ただどちらか1本であったら私はこっちの 242HS の方を個人的にはおすすめすると思います。そしてこれは本当にもっとミニバージョンですね。 B5511、 こちらは馬の毛でできています。
馬の毛っていうのは強いコシで発色性や耐久性にも優れているため、こういったものでジェルライナーなども引いてあげることができます。もうすごくちっちゃくてこういったねところとかにも使えるんだけども、やっぱりこういったものよりももうちょっとペンシルブラシとか、あとは上がもう四角くなってるようなこうラインが引けるようなブラシとかです。そういったもので引いてからペンシルブラシでぼかすようなやり方が多いので、これはほとんど正直使っていません。ただもちろん目の下にねこう色をのせたりとかすることもできるので、こういうのもあったりもしますが、もし私がおすすめでこれとこれとこれって選ぶ場合だったら、これは多分抜くかなと思います。そしてこれコロンとしてるジャンボのブレンディングブラシみたいなものなんですけど、 J214、 こちらはヤギでできた丸くコロンとした可愛いアイシャドウブラシになっています。この丸さを利用してポッとしっかりと発色させたい部分にポイントカラー用として使うこともできますし、目周りの C ゾーンとかハイライト用としても使うことができます。普通のブレンディングブラシと比べるとこれとこれです。このねコロンとしたチャビの感じ、ぽっちゃりした感じはすごくね可愛いなと思ってついつい買っちゃったんですけど、結構しっかりと丸くねドーム状になってるんですね。でこれ何にいいかっていうと、すごく肌当たりもいいんだけど適度なねコシもあるので、例えばこういった塗った色味とまぶたのこの境目がもしね結構強めに出てしまったなっていう時は、こういったもので何もつけないものでブレンディングしてあげます。そうするとね綺麗な感じでぼやけてくれるので、あとはアワーグラスのアンビエントライティングパウダーってありますよね。明るさの部分っていうのをここでこうしっかりとつけてあげたり、こうしっかりこうなぞってついてくれるので、滑らずについてくれるのと柔らかい感じでついてくれるのです。これはねちょっと1個あってもいいかなと思います。でも優先順位としては基本的なブラシを揃えてからだとは思うんですが、追加でこういうのもあってもね、全体薄くねマットとかをのせる時もこういうのでのせてあげてもいいと思います。そしてこのブラシ B021、ハイリスでできたすごく肌当たりがいいブラシになっています。全体的にアイホールに使ったりとか、滑らかな質感でとても気持ちよく使うことができます。結構ねボリュームもあって、私が最初に平ブラシのおすすめとして比べたものとこんなにねサイズ感の違いもあったりします。もうこれで全体にマットとか枠ねこうやってつけてあげることもできるし、すごく柔らかくて粉くもいいので、ちょっとパウダーで押さえたいなっていう時はこういったブラシを使って全体にねこう押さえてあげたりすることもします。でこのぐらいのタイプだったらハイライトとか強調したい部分、全体につけた後にちょっとここをほんと強調したいとかいうところがあるとしたら、こういったものでちょっとその部分だけこうつけてあげるっていうのもね綺麗に仕上がるんじゃないかなって思います。これはすごくね使いやすさもあったりします。ハイライトつながりで私がよく使っているブラシ G6070 番、こちらは伝統工芸で金粉用に使われてきたものを化粧用として生まれ変わった筆になっています。目元やハイライトに使いやすいサイズでふわふわとした見た目なんですが、毛先一本一本が色味を捉えてくれて品よく色付けもしてくれます。のせたいところにきちんと薄く色をのせられて、濃淡の調節というものも簡単にできる、そんなブラシになっています。これは斜めのカットになっていて、上がこうちょっとついてるんですね。とにかく柔らかいから、そこまで固めのパンからねしっかり色を取ってくれるってことはしないんですが、逆につきすぎなくて本当にねいい感じで色が広がってくれるので、私はこのぐらいの柔らかさがとっても好きです。ものによっては例えばアワーグラスのちょっとね固めのハイライトとか取るときもこのぐらいの方が柔らかくついてくれるんですが、もうちょっと固めのブラシで取ってあげた方がしっかりとキラーンっていうのは光ってやってくれることもできると思うんですが、こっちのタイプブリリアントストロブライト、こういったものに関してはある程度ちょっとね柔らかめなんですね。このぐらいのものでつけてあげて入れた方が、この毛穴が目立たずに色が綺麗に乗ってくれるっていうのがあります。光の感じでうまく伝わるかわからないんですけど、もちろん仕上がりの感じとかでこのブラシの硬さとかね変えていくのもいいと思うんですが、このぐらい柔らかくて斜めのカットをしていて、サイズも大きすぎないので広がりすぎずにいい感じでハイライトも乗ってくれるので、ほんのりとハイライトを発色させたい時とか、そういったものは1本これは持っててもいいかなと思います。そして眉毛 J5549、このブラシはよりナチュラルな眉毛に仕上げたい時にプロがぼかし込んだような色の見え方をしてくれるので、眉山から眉頭までのぼかしにとっても最適なブラシになっています。これ、ね、結構ね太いんですよ。この幅があるんですね。私は逆にこの幅が眉毛の長さぐらいの感じなので、ちょうどこれを斜めに入れて、でこう色味をねちょっとこう入れてあげたりとかするのにもすごく使いやすくて結構使ってたんですが、全体にパウダーをなじませたい時とかっていうのはすごく使いやすくて、一時これはよく使ってました。そしてチークブラシです。こちらは J210 番になります。ヤギの毛質になっていて、くるくるっとね丸くチークを入れたい時とか、発色も良くて粉飛びもしづらい形状になっているので、可愛くチークをのせることができます。もう丸いコロンとしてるやつ可愛くて、これチークブラシにしてはすごくちっちゃいなと思って、それでね買ったんですよね。
で本当につけたい部分一部だけっていうのと、そこでこうつけてあげるんですが、でこれもしっかりとね毛も密に入っていて適度な柔らかさがあって、粉含みもいいのである程度しっかりと色味はつきます。で私はこれでつける仕上がりよりももうちょっと軽くしたいなと思うことがあるので、マックのすきばさみのタイプのちっちゃいタイプ、そっちを結構チークに使うことがあります。じゃあこれ何に使うのかっていうと、ブロンザーとかハイライトとか塗ったりとかした時のこの境目、そこの部分のブレンディングにこう使ってあげたりすることもあります。あとはアワーグラスとかつけて、そういったところに全体にねちょっと上からつけてあげたりすることもあったりします。ちょっとこんなユニークなタイプのブラシです。そして全体のパウダーブラシです。2つ持ってます。こちらドーム状になってるタイプ、こちらは J104 ヤギの毛質でできているフェイスパウダーブラシになっています。オーソドックスなものになるんですが、薄付きでありながらもしっかりとまんべんなくパウダーをのせてくれるようなものになっています。よく私フェイスパウダーをこのブラシでつける時っていうのはこうくる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 つけることが多かったんです。なのでこういった使い方をする時っていうのはこのタイプっていうのが一番ね綺麗な感じでくるくるしてあげることができたので、こういったものでフィニッシングパウダーとかつけてあげることもあって、よくこれはね使ってたりもしました。例えば外出する時、首とかにも日焼け止めを塗って、あとはその日焼け止めもそうなんですけども、パウダーの方が紫外線をこう跳ね返してくれるっていうのもあるので、それを全体に軽くこうくるくるくるってつけてあげることもたまにあります。そういった時にはこのブラシを必ず使って全体的にくるくるくるって薄くパウダーつけてあげることで首とかにも使っています。このブラシは斜めにカットされているようなものですね。 J100 ヤギの毛質でできたメイクの終わりに使ってあげるようなフィニッシング用のパウダーブラシになっています。適度なコシと肌当たりの良さを持っていて、肌への接着面も広いので使いやすいブラシです。でこのブラシっていうのはもうさっさってこうつけてあげたりもするんですが、パウダーのせた後の粉っぽさっていうのを払ってあげる、ちょっとツヤを出してあげるような、そんな使い方をするようなブラシになってます。ということで今回は博報堂のブラシのご紹介だったんですが、これ以外にも他のブランドもいろいろ使ったりしているので、また何かリクエストがあればご紹介もしたいなと思っています。ということでまた他の動画でお会いしましょう。またねー。